ドアク熱砲でこの世の全てを破壊したい。過激な出だし。リザードン EX の技だね。というわけで今日もポケポケやっていこう。なんかさ、今回の動画はいきなりポケポケ対戦から始まるって聞いたけど、そうなの？それに関しては動画の最後にアスカから視聴者の皆さんにお知らせがあるそうだぞ。そうなんだ。まあとりあえず俺たちはポケポケ対戦をやろオッケう。で、今回持ってきたのはリザードン EX シルバディ偽装デッキ。偽装？今環境で流行ってるリザードン EX シルバディデッキと似てるけど、実はリザードン EX だけで戦うちょっと変わったデッキだ。へえ。とにかくリザードン EX をできるだけ早く場に出して爆熱砲で全部燃やし尽くそうっていうデッキだ。ある意味すがすがしいデッキだね。でも、だったらどうしてシルバディやグラジオが入ってるの？それは実際に対戦しながら説明しようか。それじゃあ対戦へ行ってみよう。さて、お相手は草デッキだな。ペローチェ、神剣、マッチョ EX。そういった草タイプのうぞうむぞうを燃やし尽くすためだけに、リザードン EX は生まれてきたんだよ。そんなことはありません。このデッキの強みの一つは、初手必ず人影が手札に来ることだ。種ポケモンが他にいないもんね。素早くリザードン EX に進化させたいんだから、それは大事なことだよね。そういうことだ。人影には毎日、始発電車で出社してもらっておる。誰よりも朝が早い人影。人影、大変な会社に入っちゃったね。ポケモン通信あるな。あとはグラジオが来ればシルバディコンボが炸裂するんだが。お、来た。まずはグラジオを使ってシルバディを召喚。次にポケモン通信を使ってシルバディを山札に送還。召喚されて即送還。シルバディ。よーし、2枚目の爆熱砲ゲットだぜ。リザードン EX ね。なるほど。こうやってポケモンカードを早く集めるためにシルバディとグラジオが入ってるんだね。そういうこと。お相手は今頃、はいはい、いつものシルバディリザードン EX デッキねとか思っていることだろう。残念でした。シルバディは一生出ません。でもさ、普通にシルバディ出した方が強くない？言わない方が良かったかな。まあ、シルバディリザードン EX が環境デッキであることは間違いない。ただ、リザードン EX が安定して早く出せるのも、これはこれでちゃんと強いぞ。そもそも今の環境って炎タイプが強いんだよ。弱点の水タイプがあまり環境にいない上に、うじゃうじゃいる草デッキにめっぽう強い。マッチョ EX がリーフマントをつけたとしても、爆熱砲で一発だからな。リーフマントをつけたマッシブン EX がヒットポイント170。でも炎が弱点だから爆熱砲のダメージも170。ほんとだ、一発だ。で、他によく見る環境ポケモンはこいつらだ。でもこいつらもシルバディはもちろんワンパンだし、ソロガレオ EX や悪事キング EX もレッド込みなら一発で吹っ飛ばせる可能性が十分あるんだよな。だからレッドが入ってるんだね。リザードン EX は二進化ポケモンだからリーディアで回復しながら戦えるのも強いしな。そう考えると結構強そうなデッキだね。ここはマッチョ EX のビッグビートでピンチになる場面だ。だが今回はグラジオシルバディコンボですでに2枚目のリザードン EX をゲットしてあるから問題ないってわけだ。いいね。さあ2体目のリザードン EX も降臨。お相手、この蒼天の炎竜を倒せるかな。蒼天の炎竜、かっこいい。爆熱砲気持ちいい。リーフマントなんて無駄無駄。やっぱり EX ポケモンがワンパンされちゃうときついよね。こっちはまだ2体目のリザードン EX が無傷だからな。お相手ここから逆転するのは難しいぞ。ロケット弾の下っ端。やめろ。その不吉な言葉を口にするんじゃない。舌を取られるぞ。取られるのはエネルギーです。あれに荒らされて負けるとめちゃくちゃなえるんだよな。お相手コウさん、勝ったー。よしよし、やっぱり草デッキにはめっちゃ強いな。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。
さて、お相手東デッキか。シルバディラムパルドデッキだね。これまた環境デッキだね。早速グラジオコンボを決めに行く。山札と手札を往復するだけの人生。環境ポケモンのシルバディがまさかこんな使われ方をするなんて思わなかったよ。ポケポケはいろんなことができて楽しいよな。タイプヌルってさ、ノーマルタイプでヒットポイント80あって、表出たら40ダメ出て、グラジオで手札に召喚できて、シルバディに進化できるじゃん。それっておかしくね？多分ポケポケ対戦してる人全員そう思ってる。どう考えても強すぎるよね。どうしてこんなカードが生まれたんだ？いやー、さすがにそれはちょっと強すぎるんじゃないですかねって誰も言わなかったのかな、開発スタッフの人たち。あとさ、お相手のベンチにいるやつさ、この方ですね。こいつもおかしくね？多分ポケポケ対戦してる人全員そう思ってる。どういう経緯があったら1円に130ダメとかいう化け物が生まれるんだ？とどめを刺したら50ダメージ受けるっていうデメリットが軽すぎる気がするんだよね。当時まだ不思議な飴がなくて二進化させるのが大変だったからね。それでまあ二進化ポケモンだしこれぐらい強くても大丈夫やろって思ったのかな。それなら今は不思議な飴があるんだから調整してほしいよな。今のところポケポケに明らかな調整っていうのは入ってないみたいだね。この先も調整なしで行くつもりなのかな。俺はたまに調整した方がさらに盛り上がると思うけどな。爆熱砲！スカッとするね。まずはインチキポケモンその1を成敗。しかしインチキポケモンその2に進化されると苦しくなるな。こっちの2枚目のリザード EX が間に合ってないね。ポケモンのお姉さんを抜いてナンジャモにした方がいいかもな。お相手降参勝ったまあいつも二進化ポケモンと不思議な飴が揃うわけじゃないからな。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。PV とニャオハ、向こうでみんなとおやつ食べてるよ。あいよ。見て見て。ベベ天使がおる。これは天使、間違いない。今回の対戦相手は環境デッキばっかりだな。とうとうシルバディが自分で来ちゃったよ。グラジオが呼んだ時だけ来てもらえますか？2枚目の人影、モンスターボールで絶対来るのいいね。それもこのデッキの強みの一つだな。ちょっとこのデッキで気になったこと聞いていい？なんだね？この方と遭遇したらどうします？行け、リザード！リザードの役割が重すぎる。まあ、なんとかなる可能性もあるか？実はそれを想定してポケモンのお姉さんを入れてるっていうのもあるんだよな。リザードと踊り鳥のガチンコバトル。さて、まずはリザード EX に進化だな。シルバディを早くポケモン通信で召喚したいな。不当な使われ方をしていることに抗議しに来たのでは？不当だなんてとんでもない。これも立派な戦術だ。私はシルバディ君のことをとても大切に思っておる。そうだ、いっそお相手がレッドカードかまず使ってくれないかな。そうすれば強制的に召喚できる。ひどい。というかこっちの手札2枚じゃ使わんじゃろ。そうでした。さて、お相手はグラインドコアでリザード EX のエネを削って時間稼ぎをしようと考えていることだろう。だが見ててくれ。こういう時に裏が出るのが俺なんだよな。よし、よくない。レッド来た。エネ削りがなければこのターンで吹き飛ばせたのに。お相手の時間稼ぎはちゃんと成功したのであった。遠流は何度でも燃え上がる。さすがに4つ以上削られることはなかろ。さあどうかな。おい、惜しい。ヒヤヒヤさせおって。
踊り鳥担当のリザードだ。今回踊り鳥は留守らしい。すまんな。さーて、悪事キング EX くん。ご退場願おうか。不悪熱砲。毒針。無駄無駄。毒ごときで燃え盛る炎入は止まらん。お相手子さん。対戦ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、今回はひたすら爆熱砲を撃ちまくってストレス解消するという新しい健康法をご紹介しました。そんなコンセプトだったの？皆さんもすっきりしたい時によかったらやってみてください。さて、今回の動画はここまでなんだけど、最後にアスカから視聴者の皆さんにお知らせがあるそうです。いつも当チャンネルの動画を楽しんでいただき、ありがとうございます。動画は見てくれる方がいて初めて作り続けることができるため、このチャンネルをここまで続けてこられたのは皆さんのおかげです。皆さん、今まで本当にありがとうございました。あれ？このチャンネル終わる？いや、終わらないです。終わらないですが、チャンネルを続けるために動画の導入部分を基本的にはやめるというお知らせです。あの導入部分を作るのにいつもだいたい1週間以上かかっています。私はフルタイムで仕事をしているため、動画制作は隙間時間を見つけてやるしかありません。土日はほぼずっと動画作りです。そうやってここまで毎日動画作りをやってきたのですが、先日とうとう倒れてしまい、今のやり方ではとてもチャンネルを続けていけないことが分かりました。できれば倒れる前に気づきたかったね。今までずっと無理なやり方をしてきて、それが蓄積してきて、とうとう爆発したって感じなんだろうな。ということで今後はたまには導入部分を作るかもしれませんが、基本的には今日の動画のような感じでいこうと思います。導入部分を楽しみにしていた方には申し訳ありませんが、チャンネルを続けるためのやむを得ない措置ですので、ご理解いただけたら幸いです。それってさ、動画の更新頻度は上がるのか？上がります。今までうちは2週間に1本上げられるかどうかという更新頻度でした。それが1週間以上かかってた作業がなくなるわけですから、いくら忙しいとはいえさすがに更新頻度は上がります。少なくとも2週間もかかることはもうないでしょう。あと、ゲーム部分の質が上がります。今までは動画編集ばかりに時間がかかり、ゲームをプレイする時間がほとんど取れませんでした。しかしこれからはもう少しゲームをやり込めるので、もっと面白いデッキや対戦内容をお見せできると思います。あともう一つお知らせですが、今まではいただいたコメントを読み終えた後にハートマークをつけていたのですが、それは今回の動画で最後にして、今後はやめようと思います。とにかく少しでも動画の作業を減らしたいってことだな。もう二度と倒れたくないからね。もちろんコメントは読みます。今までもずっと読んでましたが、それは今後も同じです。皆さんの温かいコメントがなければ、私はもっと早く倒れていたでしょう。皆さん、いつも本当にありがとうございます。ということで、今後もなんとかチャンネルを続けていきたいと思います。よかったらまた遊びに来てください。次回はゾロアが大喜びな回になりそうだな。とうとう待ちに待った EVEX が来るからね。みんながはしゃぐ姿、早く見たいわそれでは今回はこれで失礼いたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。